ライブベイトありなん？その島の的に。サイズに納得してないわけではないんですけど、全然その取れたことにもすごい満足してるし、たくさんファイトさせてもらったことには満足してるんですけど、船長とガイドマックスとジャックさんになんかすっごい申し訳なくて、そっちの気持ちの方が強かったかもしれないです。早く釣らないとって思っちゃう。来ましたね。来ましたね。やっと来ましたね。アメリカ8年ぶりかな。ボストンもそれぐらいですね。7年ぶりです。ちょっと外出てみましょう。あ、ちょうどいい。でもなんかエアコンだったんだ。ちょうどいいですね。カラッとしてる。青森とか北海道とかなんかそんな感じなのかもしれないですね。そういったその感情的にどうですか？そうですね、ワクワクしてますね。なんせほとんど知らない海と知らない船長、ガイドさん、あと今回、英語は私喋れないんで、通訳の方もついていただいて、ちょっと贅沢な釣りですけど、全くほぼほぼなんでしょうね。天気もそうですし、気候もそうですし、釣りもそうですし、情報もそうだし、何も情報がないんで、もう現場でいろいろ教えてもらいながらやっていくような形になると思うので、海外に来たらそういった釣りって結構多いと思うんですけど、今回一発勝負のマグロなんで、入念にそのロッドだったりリールだったり準備をしっかりしとかないと絶対取れない魚なので、入念に準備をしていいと思ってもらいます。なんか今ってSNS、日本でもそうですけど、釣り場に行く前から全部情報があって、なんとなく想像がつく世界で釣りしてることが結構多いと思うんですよ、日本は。でも、ここは、何の情報もないっていうか、景色も想像できないし、マグロも想像できないし、何にも想像ができないまま行くから、久しぶりの感覚ですね。すごい楽しみ。コミュニケーション取るときどういうこと聞きます？何が欲しいかちょっと聞いときたいんですよね。子供に欲しいか。なんでしょうね。とにかくマックス船長の考えている考えにやっぱり1分1秒でも早く近づいていきたいんですよ。やっぱり僕の見てる海とマックス船長の見てる海は同じ景色でも全然違うものに映ってるんで、マックス船長に近づいてる海に僕の考えを早く追いつけさせてからちょっと自分の釣りを展開していきたいっていうのがあるんで、まずはどう考えてるかが知りたいですね、その船長が。来ました、お目見えです。これ実調ではまだ使ってない？まだ使ってないです。アメリカが初ですね。あ、ハンドルの根元のところもちょっと変わってる。ここちょっとエッジが傘みたいになってる。と一つ一つよく考えますよね。
すごい一体感。シルキーですね。軽い、めちゃめちゃ軽い。でも海外の遠征とかに来て、こういうその前の日の準備の段階の、まあ、気持ちだったりそういうところってどうなんですか？まあ僕の場合なんか日本の中で遠征行くって結構少なくて、遠征行くって言ったら大体海外が多いんですけど、環境がもうガラッと変わるんで、なんかね想像がつかないんですけど、想像がつかない分なんかこう想像してしまうし、ワクワクする気持ちはすごい止まらないですね。こうやる前はワクワクしてるんですけど、海に出てみれば全く出会わない日もあるし、例えば目の前に500キロぐらいのが跳ねる可能性もあるんで、なんかね不思議な感じですよね。出てみて実際そのサイズを見たらめっちゃ怖いと思うんですよ。かけていいのかなって実際思ってしまうと思うんですよ。クロマグロってやればやるほど、やり込んでいけばいくほど結構恐怖感っていうの方が強くなってくる魚だなって僕は思うんで、でもやりたい、あげたいっていう気持ちとなんかこうなんか矛盾してるんですけどね。怖いけどやりたいっていう気持ちがこう一体化してる、ちょっと不思議な魚ですけど、まあ、ちょっと今回でかい魚が跳ねてもこの新しいこのステラと新しく持ってきたこのロッドで挑戦して、まあ、自分の中でやっぱその悔いの残らない釣りっていうのを一緒にできたらいいなと思って、今回はすごいそういう気持ちで来ましたね。田代さん、なんか平正っていうイメージがやっぱ強いじゃないですか、田代さん。まあ今だねかも。その中でこうクロマグロに対しての思いだったりとか、まあ前の話の以前の話でもいいですし、そのあたりってしてもらえますか？僕クロマグロの方が実は最初だったんですよ。意外かもしれないですけど、多分その2004年に玄海に移り住んできて5年ぐらいからクロマグロを始めたんですけど、ヒラマサよりもどちらかというとマグロメインのお客様の方が圧倒的に多くて、で、マグロをやっていくうちにまあキャスティングゲームの歴史が玄海灘になかったので、いきなりクロマグロってなると、そのジギングの歴史があるところからいきなりクロマグロになると、キャスティングをされたことがない方がほとんどで、やっぱうまくいかなかったんですよ。リーダーがすごい長かったり、シーバスタックルで投げちゃったりっていうのがあって、でヒラマサにその後出会って、ヒラマサがキャスティングで釣れるようになって、でブラインドキャストって一日中投げるじゃないですか。マグロってナブラがないと投げないじゃないですか。そうするとキャスティングが上達するっていうことがすごい遠回りになるんですよ、ナブラ打ちだけだと。でもブラインドで投げ続ける GT だったりヒラマサだったりっていうので、キャスティング、自分のキャストレベルっていうのを上げていく、自分のキャストレベルっていうのを知っていくゲームの中ではヒラマサキャスティングっていうのはすごくいいなと思ったんですよ。でその自分のキャスティングレベルをある程度分かって、あと上達したその後にクロマグロのナブラ打ちとかに挑むっていうのが段階的には僕の中ではいいかなと思って、それでヒラマサキャスティングを結構皆さんに一日中投げてもらうっていう上でのこう流行ってほしいなっていうのもあったかもしれないですね。なんで最初はクロマグロばっかり追ってました。ほんと狂ってましたよ。朝3時に出港して夜8時に帰ってきてっていうのも30日とか40日とか毎日やってましたからね。でももう毎日興奮してるアドレナリンが出てるような毎日だったんで、全く疲れなかったですし楽しかったですね。正直やっぱここまで自分が上げきるかなとか、自分がどこまでやれるかなって想像がつかない釣りもないかなと思いますね。でもその自分のクロマグロ釣りをまたこのアメリカでできるっていうのはすごく嬉しいですね。アメリカは4回目、2013年11年か行ったのは初めてだったんで、今回は6年ぶり7年ぶりに来たアメリカですが、一応3回来て2匹は2匹じゃない3匹か4匹か釣れてますね。僕の
アメリカの記録は180キロなので、その180キロを超えるクロマグロに出会えたらいいなと思ってます。ただ3日間、今回6日間かな、一応出船予定してて、まあ半分で出れば無事かなと思ってますけど、その中でなんとかマグロに出会えたら。なんか事前情報としたら土日金土日がダメなんですか？なんかね、ちょっと小さいハリケーンができたみたいな話を聞いたんで、船がねやっぱそんな大きくないんで、出れない確率が高いと思ったら、多分明日明後日しあさっての3日間ぐらいが結構キーポイントかもしれないですね。一頭に力が入るなこれは。オッケー。さあ、行きましょう。オッケー。日本の秋みたいですね。秋の。気持ちいい。気持ちいい。Hello, nice to meet you. Good to see you. My name is Tei Tashiro. Max. Max. Great to see you. Welcome. Max, how old are you? 何歳ですか？ I'm 25 years old. 25歳。Very young. 25歳で船長、キャプテン、アングラ。Yes, I'm a full-time charter captain, and I do have my commercial license as well because I have that charter captain. So, most of my trips as a charter captain, charter trips, but when I'm not chartering, I do the commercial fishing as well for bluefin tuna. But my main fishing is bluefin tuna guided trips as a captain. 何歳からしてるんですか、この仕事は？ Yeah, I started working as charter captain in the United States when you can get your captain's license when you turn 18. So I got my license as soon as I turned 18 and started helping other charter captains with trips, and then eventually started on my own with my own boat as I progressed and got older. 師匠みたいな方はいるんですか？先生みたいな方。Yeah, so I wouldn't say there was specifically one person which helped me. There were a group of people that all helped me together. So I was able to learn from a handful of different guys. For example, Jack, he helped me a lot through the process. And then there was a handful of other people like Jack that helped me. So I would fish with a bunch of different people and I would get knowledge from all of them, just fishing on the water for fun or chartering with them. And I was able to learn and piece all their get all their knowledge together, and it helped me build my own knowledge. 素晴らしいですね。25歳でマグロ釣りのガイドやって漁師やって自分の船構えてっていうのは日本じゃなかなかいないんで、すごいお会いしたかったです。話をすごくいろいろ聞きたかったです。Thank you. I put a lot of time in when I was younger and dedicated a lot of time on the water. So I was able to learn a lot. Every opportunity I had to be on the water when I was younger, even before I had a car driver's license, I was getting dropped off to go fish with these guys. So I dedicated a lot of time when I was younger and built it up through the years and put all my time into this to be able to do this at such a young age. 同じですね。僕もみんなの助けがあって今の船長やれてるんで。今のケープコッドの状況ってどういう状況なんですか？クロマグロの。Yeah, Cape Cod, there's a mixed size of fish around. They could be as small as, specifically talking bluefin tuna, they could be as small as 100 pounds, but there's also fish as big as 600 pounds mixed in. So a wide range size of fish. There's some fish on top water, under the birds, look around, look for birds, and then there's also a lot of whales. The fish get mixed in with the whales either on top or way down below them on the bottom. So there's a few different ways to fish, either top water, down deep, but for specifically top water, you gotta find the birds, and there could be fish 100 pounds, 200 pounds, or 600 pounds. You don't know until you hook one. ボトムの時のベイトフィッシュ
と、トップウォーターの時のベイトフィッシュ、それぞれこうベイトフィッシュが違うと思うんですけど、どういうベイトフィッシュをクロマグロが捕食をしているかっていうのを知りたいんですけど。Right now, the main bait around is sand eels. So sand eels could be 4 to 5, up to 7 inches long. They're very slender, brown color, and that's the main thing the tuna eat. But also mixed in with the sand eel is mackerel. Mackerel are about 8 inches long, and the big tuna eat the mackerel. And so mackerel and sand eels mix together. So they could be eating mackerel or sand eels. The sand eels sometimes get pushed to the surface, and that's when top water on sand eels, or they get pushed to the bottom. Mackerel, same thing, either on top water or bottom. 水深はだいたいどれくらいですか？その平均的なそのマグロがいるマグロがいる海域の水深はだいたい何メーターぐらいですか？ We'll be fishing anywhere from 300 feet out to 500 feet of water. あとレギュレーションありますかね？レギュレーション、マグロを釣るにあたってのレギュレーションはありますか？ケープコットでは。So right now, there's 2 different size classes. 73 inches is the line. Under 73 inches, catch and release only. We used to be able to keep those, harvest those for personal use, but now is catch and release only. Over 73 inches is considered commercial fish. So those could be harvested only on 4 days a week. Sunday, Monday, Wednesday, Thursday. On the off days, catch and release only. If you catch one over 73 inches. So a lot of our fishery is catch and release only. For fish under 73 inches, always catch and release. For fish over 73 inches, 3 days a week, catch and release only. On the other 4 days, you have the option of catch and release, or you could harvest the fish for commercial use. 毎年変わるんですか？ And right now, for the over 73 inches, when you could harvest them, 1 per boat per day, 4 days a week. But you do not have to harvest them. You could catch and release on those days as well. You have the option. 針の制限はありますかね？スリムのルアーのフック、シングルフック、トリプルフックとあとバーブがあってもいいのかなくてもいいのか、そういう決まりはありますか？ There's no regulation, but me personally, if I'm doing catch and release, I do like single hooks or barbless treble hooks. Depending on the lure, decides if I like treble hooks or single hooks. Some lures have better action with single hooks, but don't have good hookup. But so sometimes a barbless treble is very good, or single hooks with barbs is good. Both don't hurt the fish when catch and releasing. Both are very effective with catch and release. They do not hurt the fish. But there are no actual regulations. It's more about personal preference. なるほど。わかりました。Thank you. ありがとう。Yeah, great. Nice to meet you, Nice to Tim. meet I look forward. よろしくお願いします。船どれなんだろう。でもすごい船いっぱいあるな。今とりあえずなんか魚がもう天気が今日いいから今釣れてるところがケープコットの湾の方が今調子良いみたいで、ここから2時間かけて、そのケープコットの湾まで走っていくそうです。で調教を見てでしょうけどそのまままた、この港まで2時間かけて帰ってくるか、それともまた、天気次第ではケープコットの近くの港に止めて僕たちを車でピックアップしてくれて、で宿に戻って次の日またケープコットの方に行くっていうような、その臨機応変になんか変えていくっていうようなことだったんで、ちょっとそこに任せてやっていこうかなと思ってます。ただそういうことができるのってすごいですよね。港を変えていってまたピックアップしてもらってみたいなのができるってすごいフィールドですよね。常にマグロに対してこうベストなところに動けるっていうのが船であったり車であったりできるっていうのは日本じゃまずないですよね。2時間 Ready? Go! Yep. Yes. Let's go. Let's go. So right now we just ran from Rhode Island to the entrance of the Cape Cod Canal. We're going to be fishing in Cape Cod Bay, or the northern end of Cape Cod.
So right now we're in the canal that enters us into Cape Cod Bay. So instead of having to run all the way out around the outside, there's a canal that comes right through the middle here, so we can cut up through Cape Cod Bay and get to the northern end of Cape Cod here. So we ran all the way from Rhode Island back here. Now we're entering the canal. You can see there's one bridge on the western end of it, then another bridge on the eastern end of it, and we're almost to the first bridge here. Okay, how long it's gonna take to go through the canal? About 30 to 45 minutes. Okay. Depending on the tide, if you're going against the tide, it'll slow you down, or if you're going with it. It's all in no wake zone, so you have to go slow by rule. Okay. So you cannot go fast through it. Okay. ここに下にちょっと変化が出るんで、ちょっと様子見てブラインドで。わかりました。America. アメリカから。さあ、これは人類のキャスティングタックルの中では最強クラスの組み合わせです。今回の25000番ですね。PG と、P の12号。リーダーが220ポンドで、ロッドは、70トリプル XH の、グリップが一拳分ぐらいちょっと長い。ファイトするときに、こう、長い、上をちょっと持てるタイプのモデルになります。ちょっと投げるの初めてです、今回。このロッドと12号の組み合わせ。で今回ガイドはですね、立ち売り一段ガイドの口径が一番でかいやつをつけてもらったので、これがどれぐらいバタつかずにいくか。おー、違いますね、やっぱ。今までのそのバタついてた音とは全然違いますよ。当たってない。軽いですね、巻きが。かけてファイトしたら楽でしょうね。これファイト相当楽な気がする。巻き上げが。音が全然違いますよ。まあ、あとはその強度ですよね。ここまで伸ばした分やっぱ力が外側にかかるでしょうからね。あとは強度がどれぐらいなのか。実際かけてからファイトして何も問題なければいいことだらけのガイドですね。来るんじゃないの？気圧が下がって。いつもの雨模様で、いつもの雨模様パターンで来るんじゃないですか？この今、吉さん、この下はクロマグロ以外何かいる可能性があるんですか？何かいるんですか？サバぐらい。サバ。へえ、マッカレル。サバなんだ。これでもう20何キロかかってると思うけど、まだ締めれるもん。もう回んない。回らないけど、ノブはまだ回る。まだ回る。すごいドラグテンションかかるよ、これ。人間が耐えられないかもしれない。
ファーストランで煙が出るぐらい走った後にこのドラッグテンションが効いてくれる状態が続いてたら最高のリールですね。シンキングはどうかな？ What about sinking minnow though? Yeah. OK。 Good. Yeah, good. Try. トライ。よし。トライしてみよう。何メーター ?70 メーターぐらい。6、100だから60メーター。50メーターちょい。50メーターちょい。おーし。K村。残り5分。はい。あ、今日はもう残り5分ってことですか。はい。明日早いから。はい。Thank you。ありがとう。お疲れ様でした。Thank you, Max. Tomorrow. いや、全くスタイルが違いすぎてちょっとなんか圧倒されましたね。移動距離もすごいし、船のスピードもすごいし、狙い方も全然違うし、全くちょっとなんかつかみどころがない感じっていうのはなんか正直なとこかな。まあでも明日なんか朝がいいかもみたいな話もしてたんで、明日の朝すごい早く出てくれるっていうんで、そういうところはなんかこう臨機応変にやってくれるのはすごいありがたいですね。油があるのか、またその下の水中のベイト食べてるやつを狙うのかも明日の朝になってみないとわからないですけど、船長もなんかいろいろ試してくれって言いながらやったような一日だったんで、船長ももしかしたらそこまでつかみどころがないなと思ってたのかもしれないですね。もうちょっと明日ちょっと喋り一緒にこう、教えてもらいながら朝からやっていこうかなと思います。なんとかマグロの姿を見てちょっとテンション上げたいところですね。ちょっと荒れ気味なんですか今日は。まあ、ちょっと今日木曜日か。今日木曜日。ちょっとずつ。北西西。あ、でも全然ちょっと雨降るのかな。南吹いてちょっとなんか怪しいよね。おお、夕方にはもうちょっと吹いてるねこれ。金曜日8メーターぐらい吹くのかな。ああ、吹いてる金曜日。この低気圧が。お、土曜日なぎ。よし、とりあえずちょっと今日朝まずめにかけてキャストしたいですね、マグロに。よし、行きましょう。おはようございます。いや、ちょっと肌寒いですね、やっぱりこっち。今日2日目の朝来ました。昨日はね、ケープコッドのなんか湾内の方に行ってやったんですけど、ちょっとつかみどころがない海だったんで、今日は船長がちょっと港を変えて、行ってくれるみたいなんで、今日は車で朝1時間半移動して、でポイントまで港から2時間ぐらい移動するって言ってたんで、かなりちょっと沖の方に行くんじゃないかなと思います。どういうふうに昨日とこう海の状況が変わってるかわからないんですけど、その状況に合わせて対処していって、いい魚をなんとかキャッチしていきたいなと思います。行ってきます。この朝早いのがマグロ釣りですね。またやっぱり道具の進化で相当釣果も上がるようになったなと思いますね。昔のタックルだと使いこなせる人も限られてくるし、棍棒みたいな竿とかだとかといって柔らかい
誰もが使えるような竿になると今度魚は上がってこないし、竿は折れるし、だから道具の進化によってよりでかいクロマグロを取れる確率が相当上がったような気がしますね。うわ、すごい船がある。これすごい船があるね。Thank you. Yep. Thank you. Thank you. Good morning. Morning. Nice to meet you. はじめまして。綺麗だね。すごいね、クジラが。オイルが。すげえな、クジラ。クジラすごいよ。目の前、見て見て。これ撮った方がいいよ、あれ。半端じゃないよ、あれ。やばいやばい。こんな規模の僕初めて見ましたね。群れてるの。クジラの近くにいるからクジラの先頭ぐらいに落とさないといけないのかもしれない。クジラ見てるだけで力が入るよ。オッケー。はい。60メーター。すごいね。日本じゃ絶対ありえない光景ですね、これ。結構だから動いてるやつのクジラの周りのやつをピンポイントで狙うような感じなんですかね。ベイト、うんうん。マグロ。おで、79。Fish, fish, Oh. all mixed in. で、ここに中に入っちゃってるから、これを狙う感じ。ー。なるほどなるほど。引きずり出す感じで。なるほど。そんなボトムにいるんだ。うん。これ249だから75、6メーター。だからもうあれで。なるほど。でもいいとこ落ちてる。いいとこ落ちてる。いいとこ落ちてる。これはもっと早く沈むもんじゃないとダメだね。後ろに来たまた群れが。マグロじゃないや、クジラの群れが。これぐらいの移動スピードで沈めなきゃいけないんだったら、このミノだとちょっと沈むのが遅いかもね。でもこれだけ上でクジラが捕食してたら、やっぱ下のマグロも一緒になって活性上がってるんでしょうね。OK、はい。おお。おお、いるね。見える見える魚が。何これ。なんかついてきてるよね。鳥が。鳥が潜ってついてきてるのか。なんか魚がついてきてると思ったよ。これスムーズだよね。ここだ飛ばないよ。綺麗に
船低いからあれだけど、船がもうちょっと高かったらもっと飛ぶかもしれない。うちの船だったら。これ？ああ、それね。いい？トラだね。トップのが良さそうだよね、これ。へえ。あそこにいるよね。全然違うね、やっぱ。間違いなくマグロだよ、これ。これはね、キラキラしてる。いい？うわー、いる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 。ちょっとトップ投げさせてほしいんだけどね。ああ、トップ投げればよかった。ツナだったね。しかもあんまいいサイズだった。うん。うん。100キロあったよ。うん。もうちょいありそうな感じ。限界だとあのパターン来るけどね、トップで投げた。初めて投げたシンキングはああいうブレーキでもスローって言ったのとジャークって言ったのはちょっと違ったけど、スローっていうってことはやっぱりそのスローで食わせてるのかな、こういうシンキング系で。おお、気づいたね、ルアーに。何か捕食しながら結構なスピードでギラギラして泳いでる。なんか一緒なんですよね。船長としても見るのも自然だし、アングラーとして見るのも自然だと思ってるので、特にこう線引きをしてここから先アングラーだ、ここから先は船長だっていう目線ではないんですよね。だから船長だったら、船長だったらアングラーの考えに寄り添うじゃないですか。この方は今こうしてほしいんだろうなとか、ここに投げたいとか、こういうふうに船を動かしてくれたらファイトしやすいのになって思ってるんじゃないかとかっていう考えのもと、こう操船をしたりガイドしてるわけで、もちろんあそこに魚がいるっていうのはもう大前提で言ったりはするんですけど、アングラーはその自分の釣りに必死になるんですけど、でも僕がアングラーになると船長の気持ちになってしまうので、ファイトをしながら、今多分船長こっちに動いてほしいんだろうなとか、こう言ったら楽になるんじゃないかなとかっていうのを考えながらやるんで、なんか一緒なんですよね、どっちかというと。アングラーになっても船長なんで。でもそこでそのお互いの考えがこうリンクした時に、だからチグハグだとやっぱりでかい魚ってうまくいかないんですよ。上がらないんですよ。で、すっごいストレスになるんですよね。
でも、そこのお互いの考えがこううまくガシッと上がった時にすごい簡単に上がるし、なんか一体感もすごい生まれて、一匹の魚にすごい達成感がドッと生まれるっていうのがやっぱ強いので、僕はその寄り添えないですけど、新しく行ったところのその土地の船長がどういう考えでやってるのかっていうのをいち早くやっぱ知りたい。アングラとして。で、船長としては、この船長はアングラにどういう釣りをしてほしいっていうふうに考えてるんだろうっていうのを考えるんで、似てるじゃ似てる感じはします。お疲れ様でした。今日はね、昨日と違ったポイントに、向かってくれたんですけど、結局ね、2時間走ってくれて行ったんですが、昨日はちょっと掴みどころがなかったんですけれど、今日朝から、ザトウクジラの大量の群れと、イルカといっぱい見ることができて、まずちょっと生命感をすごい感じることができたんで、朝からちょっと期待はしましたね。で、クロマグロのナブラっていうナブラは特にこう、見はしなかったんですけど、現場に着いたら餌釣りでやってる方たちが、周りでもうボコボコヒットさせてたんで、これはちょっと期待できるなっていう感じではあったんですが、ほとんどね、ボトムで食わせてたって言ってたんで、トップウォーターではなくて、ボトムに餌を沈めて食わせてたんで、ちょっとこう、どういうパターンがいいのかなっていうのをちょっと船長と、話しながら、こういうシンキングのね、ミノを沈めてやる釣りをちょっと展開したんですけど、一回ね、マグロが水面に浮いてきて、ちょっと限界なんだとか、ああいうところにちょっと近いようなパターンになりかけて、で、キャスト2回できたんですけど、ちょうどシンキングをつけてたんで、いまいちどう誘っていいかがちょっと、僕の中でちょっとパターンが出来上がってなかったんで、あれフローティングだったら食わせれたんじゃないかなと思ったんで、少しミスしたなっていうところもありました。で、そういったところも含めて、明日以降の釣りで、シンキングとトップウォーターっていうのを、こう、いろいろこう、セッティングが、頭の中でなんとなくこう、ほぼほぼこの2日目にして出来上がったので、明日以降の釣りは、もうちょっと、目の前に起こり得る、こう、いろんな状況に対応できるように、タックルセッティングを、くまなくこう準備をして、挑んでみたいと思いました。なので、ちょっと明後日以降また引き続き、なんでしょうね、状況がね、すごい変わっていくんで、鳥山ができたり、いきなりスクールのマグロがいたり、クジラに向かって投げたり、で、下に反応あるから下に攻めたりって、いろんな状況が変わっていくんで、それに対応できるようにやっていかないと、本当にチャンスも今日も一瞬だったんで、この一瞬のチャンスを手にしないと、超過につながらないなっていうのは今日改めて感じたんで、そこをちょっと注意しながら、引き続き頑張っていこうと思います。おはようございます。雨だね、すごい。大雨。やっぱり言ってたように。今日なんかすごい天気が悪いみたいなんで、もう見たまんまですけど、風も雨もすごい低気圧が来たみたいなんで、中止になりました。なんで今日釣り具屋さん回ってみたりとか、ちょっとこっちのね、アジアとはまたちょっと違う、文化が全然違うんで、この辺の釣り具屋さんを回って、こっちのマグロ釣りだったり、別の釣りの文化っていうのをちょっと見てみたいなと思います。わー、すごい。街が綺麗ですね。やっぱり今あそこ海見えましたけど、結構しけてますよ。今日は天気良くなったけど風が強い。なんか3世代の釣り具屋さんみたいですよ。かなり由緒ある釣り具屋さんなんで、早速行ってみたいと思います。剥製みたいな魚がもういっぱいいろんなところに飾ってあるのすごいですよ。これはまた見たことないツールがたくさんありそう。半日ぐらい多分
入れると思います。ああ、マックス。ああ、どうもどうも。Good to see you. Welcome. これマグロのリリーサー。ホワイト。かっこいい。めちゃかっこいいこれ。これ持って帰りたい。見てくださいこれ、森の先。可愛らしいねこれ。ちょっと面白すぎるんですけど最初から。ちょっと待って。シマノのがある。シマノのがある。見たことないカラーですよこれ。フラッシュブーストのこれ、ほら、このカラー見たことないですよ。分かれるカラー。ヤグラ80ワイド。これタリカじゃないかな。タリカ50。で、これでみんなマグロやってるんですかね。タリカ50とヤグラで。こういうのも鮮魚屋さんに行かないとないっていうか、もう売ってないですよ。釣り具屋さんに絶対こういうロッドホルダーは。やっぱ楽しいですね。ほとんど見たことないものばっかり。あ、こっちもいっぱいあるもん、ほら。ほら、スタンダードなんじゃないのやっぱり。聞いてみよう。ああ、マックス。サンドイールのワーム Yeah. ジグヘッド。 Yeah. おー。 Heavy. それ、ヘビー。 Yeah. Yeah. ヘビーヘビー。意外とマグロじゃなくてアラとか釣れちゃったりするかもしれない。イエス。また明日、トゥモロー。お願いします。Let's go. Let's go. Let's go. So it's like a kind of worry about catch and release, right? So because catching on top water is 今ね、今日まあ釣れるチャンスがあるんだけど、やっぱ魚はディープなんですよ。はい。だから昨日見たワームのビニャビニャあるじゃないですか。はいはい。あれを使って、はい。とりあえずでかいの一品釣って、はい。キャッチ&リリースのはい。このシーンをはい一発取ろうと。プレッシャーを下ろした後に、はい。今度はこのトップウォーターを狙う日をはい。改めてはい。考えた方がいいんじゃないかっていうプランを。なるほでもやっぱいきなりトップで狙うと、はい。多分チャンスがなかなかないんで、あでもボトムの魚は結構ギャランティーがあるぐらい自信があるらしいんで、そっち向きで釣りをしたらどうかってそのルアーを使うっていうその気持ちはわかるけど、やっぱ実績がベイトにあるんで、その彼らとしては大作に使ってほしいとは言ってますけど、もちろんトップウォーターにはこだわりたいからトップウォーターももちろんやるんですけど、このワームだって投げるし沈めるし、多分でかいのかかったら竿の曲がりも見れるし、ドラグも確かめられるしっていうところで言うと、興味はあります。なんかちょっとイメージができてないだけで、手っ取り早くヒットさせるのはもしかしたらワームなのかもしれないですけど、今ここいいよっていう場所でちょっとミノーでもやってみたいなっていう気持ちはありますよね。こだわりはあるけど、日本でやらないことだから興味はありますよね。Thank you. ロングドライブ Thank you so much. よいしょ。ここからねまた2時間半ぐらい、今日はねちょっと荒れてるっていうんで2時間半ぐらいかかります。クロマグロまでの距離は長いですね。Good morning. Morning. Good morning. hey, Good morning.
just arrived in Cape Cod for the morning. It's 4:30 in the morning. We have about 90 minutes until sunrise. The conditions today, we had some storms move through last night, so it might be a little bumpy on the ride out, but should calm down as the day goes on. We have about a 50-mile run to our first spot, and once we get there, we're gonna look for the whales, the birds, hopefully see some fish on the surface. If not, keep an eye on the screen, see if they're down below, and if they'll come to the surface. Fingers crossed that today's gonna be a good day. はい、よろしくお願いします。入ってるみたいですね。ね、そうですね。今日に他のクルーの方たちも船長もみんなかけてるっていう感じがすごい伝わってくるんで、なんとしてでも取らないといけないですね。ワンチャンス。ライブベイトだとどうなの？ライブベイトをやりつつ、そのワームワームを落として、それで一人でやるっていう。ライブベイトありなの？その島の的に。OK もらってて。あ、そうなんだ。じゃあいいんじゃない？島のが OK だったらいいよ、全然。ライブベイトとワームでやればいいっすね。とりあえず。Make sure we get the tuna. OK。まあとりあえず今トップウォーターでこれあんまりその出てない渋い状況で、まあこのままずっとやり続けてももしかしたらそのトップウォーターじゃ釣れないかもしれない。だけどやっぱりその竿とか新しいリールの性能っていうのはやっぱり試したいし見ときたいっていうのがあるんで、でそのトップウォーターは渋いけどライブベイトとかワームとかそういったものではたくさん釣れてるみたいなんで、それで一回ちょっと性能、ロッドの性能と、リールの性能を一回、試してみたいなっていうので、ワームとライブベイトを一回やって、でその後トップウォーターで、表層に群れを探していたらそれに向かって投げるっていうスタイルに切り替えていこうかなっていう、まあ、一応話し合ってそういうプランがいいんじゃないかって言って今日はだからワームととりあえずライブベイトでやってみようかなという話です。ここ？ここ？来来来。オッケー？お、来た。オッケー。はい。来た。これ緩めてね。緩めてます。こんな。なんかまたおかしかったね今ね。あ、鳥が立ってんだ。鳥がめっちゃ当たるね。
うわ涼しい。これはよし、got it? Yeah, okay, good. I'm gonna have to be on one side of this minute. Let's pin right here, facing this way. Okay. That way. Just tight spins right under us. Easy. Send to the engine. Oh, oh, oh. To the engine. Chase up, right here. Just really green, man. あ、切れた。ブレイク。あ、外れた。ソーリー。Early catching. ソーリー、ソーリー。 Early catching. 外れた。 Good job. That's okay. Good job. 外れちゃった。いやー、もっと小さいかと思ってました。魚がもっと小さいかなと思って上がってきたら結構これなりのサイズだったんで、やっぱ竿のリフト力がかなり強いんで楽に寄ってきたかもしれないですね。ドラグも最後まで、いやー最後オッケーオッケー、グッドドラグ。最後めっちゃ締まってるよこれ。20何キロかかってる。Rod is really good. Nice bend, right? Yeah, a lot of that. はい。どっち？こっち？あ、やばい。いっぱいいるわ。いっぱいいる。お、フック、ヒット。Okay, go, 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 go. あ。あー、ダメだった。お、食った。うまい。Good bullet. さあ、走って。熱くなってない。熱くなってない。こんな熱くなってない。クジラブレイクするかもしれないです。あ、やっぱあるんですか。うわー、やばいマジで。うわーすごい。
Good. Those turns. Color here. Just rolled. Oh! Rolled. I watched him roll. Hook out. Eh? No, he rolled. He went like this. He went. And it. No. Yeah. I watched him roll. sorry, Dick sorry. said he rolled. He went like this. いやー、外れました。あれ、すごい温まりました。またちょっと一本見たいですけどね。もう一回ちょっとやります。イエスOh. Good? Good. Right? Good. Yeah, close. Nice. Very good. Very good. Yeah. さあ、4度目の正直です。あんま走らないね。おお。同じタックルで4本ファイトして立て続けにでこれでこのドラグの性能が落ちてなかったらすごいですよ。なんか変な引きするなこれ。すっごい外れそう。また首振りがめちゃめちゃ変な振り方してる。あっソリーブレイクブレイクかも。なんかブレイクっぽい。ブレイク。すごいことが起こってますね。オッケー。オッケー。はい。いいよ。朝ね。おー、くたくたくた。イエス。はい、こっからでこっから問題は。5度目の正直。おお、やばいね。やばいね、やばいね、やばいね、クジラ。やめてよ。やめてよ。ああ、やめてくれ。あと50。Battered and abused one minute.
He wants to spin now. Come under the bow. Let's go the other side.そうThe boat. Yep, there you go. Now it's gonna come out. This way. It comes here. Turn, turn, turn. Over there, nothing. Just easy, easy. あいやいや Slide it there. Pick him up. Bring him up easy. Bring him up. Yeah, now. Job! Yes, thank you! ありがと yourself. I don't know which way I'm turning. うやったキャッチ Oh, yes. Nice job. Thank you! ありがとう Thank you, thank you! やった Boy, see the thing. You wanna give me, So good. you wanna give me that pliers? 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 Amazing! これどうやってああなるほどなるほど反対側引っ張って外れるようになってんだ Sure, nice job. Yeah, thank That was you. a great fight. Thank you ありがと So good. うやっと取れた5回目の正直 So good. Now to revive this fish, we have a small swim hook in the corner of its mouth. I have the boat and forward. ハローやっと会えたねはあ日本のマグロと同じみたい To go. 日本のマグロと同じみたいリリース OK Ready? はいは Fish い is kicking really strong. Oh. Take the release hook out. We're gonna swim off strong. はい Ready? There he goes. Kicking away. Nice. Hey, nice, Oh thank my you. God, so ありがと That was う。 great. Thank Nice you. fish. ありがと Nice fish. う。いやー、 Wow. 一匹釣 That れま fish し kicked off strong. Kick, Hmm. kick, kick. Went right down and away. Safe release. た。うん、セーフリーズ。 Very good job. いや、本当に、船長と、まあ、マックスと、ジャックと、周りにいる方々が今いろんな情報をくれて、この一匹を取らせてもらうために、 Sure. Great fight. Oh, sorry. Very Ah, great fight. hey, Very strong. Thank you. Great fight. ありがとう。一匹を取らせてもらうために、もう本当にみんなこう協力してやっていただいて取れた一本だなっていうのを痛感しました。もうそれにつきますね。本当にありがたい一匹でした。うん。まああと
タックルはね、もう本当に言うことなしです。正直5回ファイトして、かなりドラグも回ったと思います、この5回のファイトで。でも最後までドラグ力維持し続けて、でロッドの方も5匹ともちゃんとポンピングして、むしろそのもっとこう曲げ込めるぐらい残ってたんで、ロッドも申し分ないですし、ラインも5回連続ファイトして、ラインシステム変えてないですから、全く問題なく上がったんで、最高の道具じゃないですかね。やっぱ一筋縄ではいかないですね、日本も海外も。かけるまでも大変だし、かけてからも大変ですね。まだ全然いけるよ。まだいける。まだいける。むしろそんな疲れてない。息も上がってないし、ちょっと喉が渇いたかなぐらいね。なんか腹巻き取って半袖になったらすごいなんか楽にやりやすい。倍だよ、倍。あれの倍でも自己記録じゃないからね。そうか、あれが何キロ？200ポンドだから90キロとかそんなもんじゃないですか。90キロから100キロぐらいの間。本当に釣らせてもらった一本でしたね。本当にみんなから、ありがたい一匹でした。ワームポップ餌3匹。Real fast. Real fast, and then stop. Oh. Real fast, stop. Real, stop. Stop. Pulse. And real fast. Stop. Pulse. Oh. Yeah, you got it. さすがだね。Okay. Is that what you want? I don't know that. Okay.
his shift. I need to get to his left. Not gonna go through. Let's go here. Go here. 気をつけて。気をつけて。Okay. Nice. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Real, real, Arigato. stop. Real, real, stop. Stop. Okay. Just. So good. Nice job. On the run, Z. Very good. Nice fight. You have my respect. Thank You're you. a good fighter. Got him? Okay. Hello. My handshake. Hello. 元気元気。日本から来たよ。元気だな。すごい泳いでるね。元気元気。リリース OK。OK？ こっち引っ張ればいい。こっち？ Let's go the other one. バイ。ああ、元気元気。イェーイ、ありがとう。Thank you. Good job. Thank you, thank you. ありがとう。まさにジャックのレクチャー通りにしたら一発で釣れました。ああ、パーフェクトガイド。レクチャー、パーフェクトレクチャー。Well done. 3日目お疲れ様でした。で、あたり戻ってきました。今日はですね、結果的に言うと2本、キャッチ&リリースすることができました。ライブベイトはですね、もう、ほぼ入れ食いに近かったですね。もう入れたらもう10秒以内ぐらいでほぼほぼ食ってます。で、ライブベイトは、まあ、ラインブレーキとフックアウトと結構、たくさんあって、で、最後に1本はキャッチ&リリースができました。で、その次にこのワームも試してみようってワームを試したら、ワームもまたすぐヒットしました。ちょっと残念なことに、まあ、それだけ魚が下にいるのに、トップウォータープラグになかなかちょっと食わせきれないっていう状況が続いてるんですよ。で、まあ、原因として考えられるのは、まあ、そもそも魚がやっぱり20メーターぐらいから下の方を泳いでる。それ引きずり出したいんですけれど、ちょっとやっぱり鳥がたくさんいて、鳥がルアーに反応して、あんまり釣りにならない状況っていうのが続いてるので、なんとかそこをね、ちょっと打破したいところではあるんですけど、明日ね、またどういう狙い方するようになるか、ちょっとまだこれからちょっと検討して、やっていこうと思ってるんですけれど、今日その、キャッチ&リリースですか、2本にちょっと改めてこう感じたことが、まずドラグ性能の、耐久性っていうところが、5回連続100キロからまあ100キロショットぐらいのスパイとして、かなり走られたんですけれど、5回とも結構走って、船べりまで寄せてっていうまともなファイトをした状態で、ドラグ力っていうのが、試したら、当てて、まあ、当てにしたら、全然落ちてなかったです。で、走ってる途中も何回も手を当てて、熱がどれぐらい持つもんってずっと手を当ててたんですけど、まあ熱くならないとは全然言いませんけど、もちろん暖かくはなってますけど、冷えるのもなんか早かったような気がして、まあ、それをちょっと体感しながらファイトができたのはすごく良かったなっていうのと、あとはまあ、クラスの魚と、5回連続で同じリール、同じラインで、同じロットでファイトしても、このラインの劣化っていうのが本当もなかったので、ラインの耐久性もすごくあるのかなっていうのも感じました。あとロットも、ちょっとクラスにしては、強すぎるロットだったのかもしれないですけど、まだまだ曲げしろがある状態で、リフト力も
相当なもんだと感じました。なので、まあ、狙ってる魚で今回は、あのクラスからもっと大きい200キロ、250キロ、それぐらいの魚と対峙できるように作り上げられたものなので、もうちょっとサイズアップを目指して、なんていうか、キャッチ&リリースできるように頑張ってみたいと思います。まあ単純になんか結構運的な要素があるんで、なんか運が悪かったのかなと思いながらでも、ただ立て続けに4回も続くと、さすがにちょっと、まあ自分的には、まあそこまで別に焦りもなかったんですよね。もうバンバン魚がいる状態だったんで、まあ、結構ヒットするだろうなと思ってたんで、焦りはなかったんですけど、とにかく、船長とガイド、マックスと、ジャックさんになんかすっごい申し訳なくて、そっちの気持ちの方が強かったかもしれないです。早く釣らないとって思ってしまう。その後にあげた一匹は、なんかもうサイズとかそういうの関係なくっていうことですね。全く関係ないですね。全く関係ないです。あの一本でも僕の中では結構、すごく達成感がありましたね。マックスとジャックに限らず、その別邸でその餌を確保してくれてたりとか、あとサンドイッチを作って届けに持ってきてくれたりとか、あと走り回って情報をかき集めて、マックスにこっちいいよあっちいいよって言ってくれたりとか、なんか本当いろんな人たちの助けがあって取れた一本だったんで、なんかすごく感動しましたね。思い出に残る一本でしたね。おはようございます。4兆個目、朝スタートです。今日はちょっとゆっくりスタートですね。よかった。たくさん寝れました。今日は、一応昨日ライブベイトと、ワームで釣らさせてもらって、今日は一応芯は1本このルアーででかいのを狙うっていうのはもう前提において、で、その場で、現場で臨機応変に、ライブベイトだったり、ワームだったり、ルアーだったりっていうのを変えていって、とにかくでかいの1本絞って狙っていきたいと思います。昨日の夜ね、LINE2 個巻き替えて、LINE システムも、全部変えて、全部新品しました。で、昨日めちゃくちゃ走られたストゥールだったりとか、その辺もちょっとメモしてね、マジックで申し訳ないんですけど、書いて、またちょっとテストも兼ねてというかね、最終テストも兼ねて、ドラグがまだ、この後ファイトして、まだしっかり効くのかも、試してみたいんで、これでやります。よっ、それに。はい。でも実質今日ほぼほぼラストですよね、釣りが。そうですね。なんで、今日はちょっと、あと1本なんとか300ポンドぐらいの釣りたいですね。ちょっと筋肉痛です。腕が。右腕だけ筋肉痛ですね。あと、足も少し違和感があるぐらいです。でも、全然問題ないです。船長のなんでしょうね。今回ゴローすごい勉強になりましたし、日本とスタイルはちょっと似てるんですけど、マグロの最後のそのランニングの前の30メーターの引きをよく分かってるなっていう感じのフォローの仕方だった。こんだけ走った時にどういう風にフォローするのかなっていうのと、濃い群れでヒットした時にどういう風に対処するのかなって。一番驚いたのはクジラを避けるやつ。クジラブレイクがあるから。あれが面白かったです。ライブベイトフィッシングも、ソナーがついてなかったんで、魚の方向とか群れの量とかっていうのはちょっと僕も見ててわからなかったんですけど、なんとなくやっぱ似てるような感じを。Morning! Morning, Austin. Morning. See. New system change. Yeah. All change. Perfect. 今
昨日と引き続きできればルアーで大物一発狙いたいっていう気持ちはあるんですけど、まあ、ちょっと状況に合わせて、今日もまたワームとライブベイトを使って狙えたら狙いたい。でもまあ目指すはちょっと昨日よりも大きいサイズを狙いたいなっていうのがあるんで、そういう感じで今日もさせていただいても大丈夫でしょうか。Yeah, so under the birds, we're going to look for the birds again, look for all the birds on the surface, and the bigger fish may be down below. They may not be coming up to the surface, so dropping either a live bait or a heavier lure down beneath the birds may get us a bigger bite today rather than the smaller fish up near the surface. The last couple of years, Cape Cod has had a real large mix of fish, even all the way down to New York, Rhode Island, New Jersey, that area, where in one day you could expect to cast several times and catch fish maybe 1 meter long, and then 2 casts later hook a fish 3 meters long. So the size class of the fish is very mixed up. They're not all the same size, but generally the smaller fish are more competitive near the surface. So today, by using more technique, we'll have the opportunity to get to some of those larger fish underneath them. よろしくお願いします。ありがとうございます。Good done. Let's do it. これ日本でも使ってみようと思います。玄界のクロマグロの脂がめちゃくちゃ濃ゆく出るんで、その濃ゆく出たところに落としてやってみようかな。ああ、いた。ああ、本当だ本当だ。来るか来るか。あれ、今日なんか反応が薄いですね。鳥の反応がめちゃめちゃ薄い。今日鳥がめっちゃ反応薄いですね。いた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 。ギラギラしてるギラギラしてる。あそこ。右に進んでたからな。Okay. Okay. Yes, yes. Okay, thank you. That's good. ああ、怖い。鳥が。OK。しゃ。俺絶対下いるよね。いや、今日なんか鳥避けれてますよ、かなり。あー
ああ大丈夫だ。よし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 。ああいるね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 。すごいよいる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 よ。湧いてる湧いてる。そこにいるそこに。うわーしょうがないこれは。アクションできないね。We're starting to mark them deeper now. いや今ちょっと下がった魚が下がったから。Worm time too. うわ No problem. Throw worm. 下ディープワンタイム。ワンタイムワンタイムワンタイム。But not as fast, not as much. But not as fast, not as. 少しゆっくり。 But not as fast, not as much. Yeah, that's good. Very good. おう。Yes. ちょっと深めで食ったね。なんか首叩いてるけど。ちょっといかないかな。Here we go again. Tell him to put the line. Ha. これ新しい方の72ですね。かなり強いグラスのロッドです。曲がるけどリフトする。すごい安心感ですよ、これは。ロッドが。
見えた。元気がいいね。すごい元気がいいね。見えたのに。すごい首振る。
some point. A little bigger, I guess.お、本日1匹目です。Thank you. ありがとう。ありがとう。Nice job. Thank you. Good Thank you. Thank you. やりました。1匹目。なんかワームでヒットすると、大きいってイメージがあんまないじゃないですか。ブラックバスとか、その、淡水だったり、そういうの、イメージがあるんですけど。こんなのかかったら、びっくりします。おー、バイ。バイバイ。あー、いた。いや、早かったですね。食わせるのに散々苦労してたのに。ただやっぱトップウォータープラグなかなか来ないですね。今日ちょっと鳥がルアーに対しての反応がちょっと薄いんで、いけるかなとは思ったんですけど、なかなかやっぱりそのマグロのいる層まで落とすのが難しいですね。ワームだと、かなりちょっと早く下の方に行って、アクションがいいのか、その層に到達してるのかがいいのか、はっきりわからないですね。G で初めてファイトしたんですけど、めちゃめちゃリフト力あります、これは。かなり。映像多分見ていただけたらわかると思うんですけど、持って耐えてるだけで、魚がぐんぐん浮いてきてます。これはこれで、持ってる方も多少きつさはありますけど、最初にこうグッと、ティップの部分が入ってくれて、根元が相当しっかり残ってるんで、リフト力がかなりあるように感じました。なので安心感が半端じゃなかったですね。結構曲がってたと思うんですけど、まだまだ僕の中では曲げれるなという印象があります。魚はもうぐいぐい浮いてきましたね、これで。ちょっと引き続きね、サイズアップを狙って頑張ります。やっぱり日本のサバと違って目がちょっとちっちゃいね。ノルウェーのサバと同じサバなんです、これは。で、よし。これがちょっと深かったですね。170フィートだから50メーターぐらいだった。
おー。どんどんなくなるラインが。どんどんラインがなくなるね。ちょっと違う走りが今までとね、キュッといって終わるんじゃなくて、ただ泳いでるだけって感じ。最後に来たかな、最後にねえ。これだけ回収しようと思ったらラインがほとんどノーライン。今ここでマグロが今かなり走ってマグロが頑張って自分で疲れてくれたと思ってるんで、ここではほとんど体力自分自身の体力を使わないようなファイトを僕は心がけてます。一応握力も腕の力も腰も肩も腹筋も背筋もほとんど使わないようにして今巻いてます。竿の力とリールの巻き上げ力だけで今巻いてってます。ほぼ力使ってないです。今1本でも大丈夫なぐらいです。本当に指がこれぐらいでもそれでも負けます。指ももうほとんど2本でも負けます。これぐらい力使ってないです今。腕も全く力入れてないですね。うわっ、クジラ来た、クジラ来た、クジラ来た。こういうトラブルもあります。危ない危ない。ほとんどの力の7割8割ぐらいは最後の30メーターに取っとかないといけないんで、前半はほぼ力を使わずに上げれます。うわー、戻ってきた戻ってきた。あー、やばい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 。ああ、そうだそうだ、こっち行ったこっち行った。危な、クジラが。ボストンならではですね、これは。で腕をまっすぐにしてるとここの上腕二頭筋はほとんど使わないで持ってられます。この状態で体を起こすと上腕二頭ほとんど使わないです。で腕だけで上げようとすると手を曲げると上腕二頭を使うんで、だんだんとこの腕の筋肉が疲れてきます。なんでまっすぐと曲げるのとバランスよく疲れないように僕は心がけてやってます。ほとんど竿の反発力を使うのが一番楽です。体重を後ろに持って体重を後ろにかけるだけで上がってきますので。握力とあとここの力が一番最後の方は残ってないので、ここが疲れないようにするためには
どうしたらいいかをよく考えてファイトします。で時折ですね、首を振って頭を振ってマグロが針を外そうとします。でティップを見てるとガツガツガツっと動く時があるんで、そのガツガツガツっと動いた後はだいたい走ることが多いです。なのでその走る時に自分の体勢を崩さないようにするのもすごい大事です。なのでティップを見ててガツガツガツっていう感じがしたら、あ、走るなって思っといた方がいいと思います。あとたくさん巻こうと思って、どうしても距離を早く縮めたくなるんで、たくさん巻こうと思って下まで巻き切ってしまうと今度腰が曲がってしまうので、上げる時にすごく腰が痛くなってしまいます。なので極力、船長のそのフォローのラインの角度の状態にもよるんですけど、上まで上げたら短くあんまり竿を下に下げすぎないように、それぐらい竿を下に下げすぎると今度せっかく上がってたマグロの頭が竿を下に下げた時に下に下がってしまいますので、またその時に走ってしまう可能性があるので、極力頭を上に上げたままこういう状態で上げてくるのが理想じゃないかなと思って今やってます。まだほとんど力使ってないんです僕は今。早く上げる必要もないので落ち着いてゆっくりとファイトで、必要に応じてちょっとドラグを少しずつ調整していきます。最後はどうせ硬くして締めないと上がってこないので、斜めの状態で上がってくるときは必要以上に締めなくてもいいと思います。またセカンドランがありますので、サードランもありますので、あと 100m かな。かなり走りましたね。これは今もう船長はフォローしてくれてるのでかなり楽にファイトできてます。マンボ OK。 ちっちゃいからマンボすごいね、ファイト中にこんなクジラ来たりマンボ来たりが頻繁にあるなんて。見えてくる。よし。うわ、すごいイカナゴだ。Good job. Thank you. In gear. Good side. Good side, good side. Yes, sir. すごいね、イカナゴいっぱい入ってる。すごい太いね。これ100オーバーだね。300ポンド。イカナゴ山ほど吐きましたね。イカナゴちっちゃかったですね。
はいバイバイ。So, hands up. Thank you. Thank you. Good job. Very good fight. Good fight. Thank you. ありがとう。Commercial sized fish. That's, コマーシャルサイズ。 on spinning rod, big accomplishment. That's great. Very good. Thank you. And a short fight. Maybe 20 minutes? Whipped his butt. Yeah. Very good fight. Thank you. 4本目上がりました。4本目はライブベイトで釣れました。で、ファーストランもかなり走って、セカンドランもまあまあ走りましたね。で、ファイト中から結構重量感があったので、今までのサイズよりはちょっと大きいかなと思ってファイトしました。で、ロッドが先ほどと一緒の、新しいロッドですね。S の 72XXXHG の方ですね。グラスが、多めに入ったロッドです。で、曲がるけれども魚を浮かすっていうコンセプトのロッドです。で、まあその、ファイトを見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、150キロぐらいの、クロマグロでも、かなりのリフト力で上げてきたんじゃないかなと思います。で、僕自身ですね、ファイト中にこういうふうにやってますっていうふうに言いながらやりましたけど、ほとんど今疲れてないです。まだ何匹かいけそうなぐらい体力も残ってます。筋肉も全然つってもないし、硬直もしてないし、筋肉痛にもなってないです。なのでかなりこのロッドの復元力と、取り回しの良さですね。この身押しを何回もかわさないといけないその取り回しの良さっていうのは、棒みたいなロッドだと体が浮いてしまってすっごいやりにくいんですよ。で、腰に直にこう力がきますので扱いづらいんですけれども、この72は先が曲がってグラスが入っていることによって先が曲がって、最後の取り回しの良さと、復元力を両方兼ね揃えたロッドだと思いますので、非常にサイズでも楽なファイトができました。で、ドラグもですね、もう言うことなしです。最後までまだまだだね。今どうでしょう、16、7キロぐらいかなっていうところなんですけど、まだこれだけ締めれますよ。これで一切動けないです。まだ締めれます。これぐらいまだドラグも締める余裕があります。ちょっとオーバースペックなぐらいじゃないかなと思います。まあ本当に200キロ300キロ狙うのにふさわしいタックルじゃないかなと改めてさっきのマグロとファイトして思いました。サイズアップしましたね。75インチ。もう一番に出せるサイズです。ありがとうございます。お疲れっす。So here in the Northeast, over the last 20 years, we've been getting better and better at targeting these larger bluefin tuna on spinning gear. The reason for that are the technologies that we've been able to take advantage of from Shimano. Hagane gear, XF drag, heat sink. All these things have given us much higher performance with our reels. And now with some of the big game and OC series rods, we have rods capable of landing these fish, breaking their will, and getting them to the boat efficiently. The last few days here, we've watched an evolution. Toshiro-san, as we first came out there, wanted to fish for them topwater. He's putting a lot of excellent casts into fish, perfect technique. Fish just didn't want to come up and give him the action. So we were adapting. Toshiro-san was probably the most adapted angler I've seen. Many anglers, we get them out there, they get frustrated. He watched how we did it, he changed his technique, and because he changed his technique, he was able to quickly adapt and convert and was able to land several species. He was also able to adapt to the way that we land our fish safely and can swim them, get them back in the water, and practice safe catch and release. It was a hard-fought, multiple-day effort, and here at the very end of the trip, he was able to get a fish up over 300 pounds to prove just how powerful this gear is and how the right angler with the right frame of mind can adapt his technique and have great success. We're wrapping up our final day here on the water in Cape Cod, and this week that we had of fishing really shows our fishery here and how we have to adapt in the wide areas that we need to cover. Originally, we were planning on staying in Rhode Island and fishing there, but we had to travel a couple hours to Cape Cod by water, and we stayed up here all week and put in the time to get fish successfully here. And the gear, the anglers, the crew, everyone worked together, and we had a successful trip.
And it's great having the option to catch and release these fish because a lot of these days weren't actually harvest fish, and some of the fish weren't harvestable because they weren't over that 73-inch line. So using the gear to get quick fights out of them and then swimming them with the release hook, it's 100% successful catch and release rate. These fish all swam off strong, and it gives us the option to fish on days that we weren't able to harvest them. Watching Toshiro as an angler over the past couple days was amazing. He came with the idea of topwater because that's what Cape Cod is known for. Even in Rhode Island, we get great topwater opportunities, but this week we just didn't have it. And instead of just throwing everything away and calling the trip a waste and not catching any fish because we can't find them on topwater, he adapted to fishing down deep for them. These fish would not come up for topwater no matter how much time we put into it. And watching him fish topwater lures, it was amazing. I don't think I've ever seen an angler put such accurate casts, such good action on lures as Toshiro was doing, and no bites. And if they were to come up, they would have, because he was doing everything perfectly. And now that he got adapted and got the fish down deep on the Ron Z, he adapted quickly, and it gave us a successful trip. ガイドしていただいてありがとうございました。ボストンでちゃんと釣りをするのは初めてで、あまりわからないこといっぱいあったんですけど、一匹の魚を釣らせてくれようとするのに、いろんな方たちのネットワークだったり、いろんなことを駆使して魚を釣らさせてくれて、本当に感謝しかありません。すごい勉強になりました。船長としてもアングラーとしてもすごい勉強になりましたし、このボストンの豊かな海を見れたこともすごく嬉しかったですし、レギュレーションっていうのをしっかり決めてみんなで海を守っていってるっていうのも見させてもらったので、ぜひちょっと日本でもそういったことをちょっとやりながらやっていきたいと思います。大変勉強になりました。本当にすごい楽しい5日間でした。ありがとうございました。Shiro-san, it was a pleasure fishing with you. You're an excellent angler, one of the most adaptable I've ever met, and I hope we have a chance to fish with you again sometime soon. It was great fishing with you. And like Jack said, being able to adapt to the fishing conditions was amazing. You picked up on what we were telling you, how to fish it. You were reading the screen, you were reading the water. Amazing. One of the best I've ever seen, if not the best. I was very impressed with your fishing ability and of course the gear's ability to do it, and I hope we get to fish together soon. And if you do come back, hopefully the top water works for us. If not, I know you will catch them no matter how we have to. Thank you. Thank you. Great time. 結局、日程としては、ほとんどの日程が、マグロ釣りをすることができました。これって結構珍しいケースで、マグロ釣りに来て、出港できなくて帰るっていう方もかなり多いんですけど、今回は海に出れたっていうだけでまず一つ成功かなっていうのはあります。釣れる釣れない、出会う出会わないは本当に別の話で、海に出れたっていうだけでかなりラッキーだったかなと思ってます。で初日着いた時からほぼほぼそのケープコットっていうかボストンで釣りすること自体が一回来たことありましたけど、ほぼ初めてなので流れも雰囲気もほとんどわからない状態からスタートだったんで、初日はちょっと様子見みたいな感じでやってたんです。で初日はもうマグロの気配もなくて鳥もいなくて、船長もちょっとどうかなっていう感じでのもすごい読み取れたんで、私も初日はちょっとウォーミングアップ程度でやってたんですけど、2日目からちょっと海域も少し変えて、で出港する港も変えて、ちょっと作戦会議をしながら2日目は行きました。でほとんど見たことがないような景色でしたね。クジラがもうスクールになってとんでもなく湧きまくってるっていうかね、イカナゴを捕食してたみたいなんですけど、そのイカナゴを捕食してるその下、マグロが食い散らかした下にいるマグロを狙うっていうようなスタイルが結構主流になってるような感じですね、こっち側のスタイルとしては。ただそのトップウォーターで湧いたらもちろんトップウォーターで狙うけどっていうことで進めてたんですけど、なかなかやっぱりそのトップウォーターには出なくて苦戦した感じでしたね。この全日程全部そんな感じでした。1回だけチャンスあったんですけど、ちょっとね僕の判断ミスというかね、それでそれにしてたら食ってたかどうかわからないですけど、普段自分でやってるその群れだったらトップウォータープラグを投げるのにそのシンキングのものを投げてしまって、ちょっとバイトがなかったですね。2頭群れの中に入ったのを確認できたんですけど、ちょっとそれは悔しいなっていうのがありますね。で日を追うごとにその船も多くなったり、鳥の猛攻があったりとかして、なかなかトップで出ない状況が続いてたんですけれど、その船長
マック船長と、あとジャック、ガイドのジャックさんと、あの手この手で釣らせようとして走り回ったりいろんな情報を集めてくれて、でこうやったら釣れる、ああやったら釣れるっていうのをレクチャーもしてくれて、で最終的にちょっとそのトップウォータープラグで釣りをするとこのまま何も釣れないんじゃないかっていう話になって、とはいえちょっとせっかく持ってきたロッドと新しい、ステラ2万5000番どうしてもやっぱり試してみたいっていう思いがすごい強かったので、一旦ちょっと手段を、トップウォーターではないんですけれどワームだったりライブベイトだったり釣れる方法があるっていう提案をいただいたんで、それも自分の中でね、ライブベイトは限界にやってるんですけどワームとかっていう手法は全くやったことがないので、ちょっと興味もありましたし、それをさせて、もらって、驚くことにすぐワームではヒットがあって、それも本当に驚きました。なんかこのワームに100キロオーバーのマグロがくぐるのかなっていうような、若干本当こう疑いに近いようなところからスタートした。上げてそのガイドのジャックさんの言うようにアクションをしたらもう一発でバンってった。正直ちょっとびっくりしましたね。上がってきた魚の大きさにもびっくりしました。ただ本当これだけその豊かな海、レギュレーションもしっかりしててきっちり守られた海でもそのトップウォーターで釣れない時はやっぱり釣れないんだな、臨機応変にいろいろ変えていかないとマグロっていうのはやっぱ釣れないんだなっていうのは感じましたね。なんかなんだろうな、自分も船長なんでそのガイドさんの気持ちもすごく分かるし、釣ってほしいっていう気持ちもすごい分かるし、アングラーとしてこだわりたいところはこだわりたいっていうところで葛藤は結構あったんですけれど、でも結果そのトップウォーターで狙うっていうのは芯に置いといて、でそうじゃなければそのワームだったりライブベイトだったりっていう選択肢もあったので、そっちの方で結局 10ヒットかな、10ファイトぐらいして、合計で4キャッチ、マックスは300ポンドぐらいのファイトさせてもらったんですけど、この短時間の間というか2日間かな、実質マグロはかかってから2日間ですけど、2日間の間、その2日間の間で初日は7ファイトして2日目は3回したかな。1日の間にそんなにたくさんのマグロとファイトするっていうのは自分自身もなかったんですけど、正直できるのかなとも思ったりもしながらだったんですよね。で1匹ファイトして2匹ファイトしたらもうヘトヘトでできないんじゃないかなと思ったんですが、それがなんか全然ファイトできるんですよ。でそれはなんでなのかなと思った時に、やっぱりこの新しく出たこのタックルが相当助けてくれてるんじゃないかなって思いました。でファイト中も映像見ていただいたら分かると思うんですけれど、まずかかってからのそのファーストランナー、スピードとあと距離、スプールからラインがなくなるぐらいは走り続けるやつもいれば、そこまで走らないやつもいるんですけど、ドラグテンションで相当走られて、で寄せてきて走られてっていうのを繰り返しても、走ってる途中ちょっとスプール触ったりして、熱をどれぐらい持つのかちょっと興味があったんで触ってたんですけど、そこまで熱くもならなかったですし、で最終的にその上がってきて残りの 3,40 メーターはドラグもしっかりかかって、かなりしっかりかかってたと思います。で、上がってきましたし、そういったファイトを同じリールで同じスプールで同じラインシステムで5回連続やったんですよ、立て続けに。それでもドラグ力も落ちてなければ最後まで滑らかな安定したドラグを維持し続けてくれてたんで、なんか相当いい仕上がりになってるかなっていう印象はありました。でロッドに関しても申し分ないですね。上がったのは100キロから160キロぐらいまでの、90キロから160キロぐらいかなと思うんですけど、そのサイズに対してはその若干ちょっとオーバースペックなんじゃないかなっていうぐらいのロッドのそのブランクスの強さを感じました。もうコンセプト通りその曲げてるだけで魚が浮いてくるっていうのが、それも映像でわかると思うんですけど、すごく簡単に魚が浮いてくるっていう印象があったんですよ。なのでほとんどじゃないですけど、力をあんまり使わずに100キロクラスの魚がもう気づけば自分の近くに寄ってきてる状態で何度もあったので、すごく楽にファイトできたな。だからこんな何回も1日7回もファイトできたのかなっていう印象はありました。だから改めて今回出来上がったその
タックルですね。ロッド、ライン、ステラのヤセマリ2番の線。この3つが揃って、このマグロたちと渡り合えたのかなっていう印象がありますね。本当に島のテクノロジーすごいなと思いました、今回は。こだわりももちろん大事ですけど、その状況に合わせてクロマグロを手にしていくっていうところも今回また、勉強になりましたし、自分の知らない情報っていうのも教えていただいて、また現海で改めてちょっとそれでも試してみたいなっていうこともありましたし、あと、船のフォローにしても日本とちょっとまた違うフォローの仕方もされてたので、そこも勉強になりましたし、本当にだから実りある兆候になったと思います。またちょっとサイズに納得してないわけではないんですけど、全然その取れたことにもすごい満足してるし、たくさんファイトさせてもらったことには満足してるんですけど、やっぱりどうしてもちょっとトップウォーターで一本ちょっとでかいの取りたいっていうところの目標はちょっとブレずに持ってるので、もう一回ちょっと挑戦しに行きたいなとは思ってます。やっぱりそのアングラーの気持ちに寄り添うガイドっていうのがやっぱ一番かなっていうのは、再認識しましたし、アングラーとしてはちょっとやっぱ船長目線になってしまうかもしれないですね。そのアングラー、自分がアングラーだったとしたらどうしてほしいっていう気持ちを船長の方が考えるってことになるんで、そこをちょっと生かしていきたいなっていう思いの方が強いかもしれないですね。その船に乗っていただいた時にですね、すごくいい釣り人生経験になりましたし、タックルも含めてですけど、やっぱ終わりがないんで、今もう最高のタックルには仕上がってるんですけど、絶対このタックルで終わりではないですし、まだまだ多分道具もサオンボリールもまだ進化していくでしょうし、それに伴ってやっぱりアングラーも船長も進化していかないといけないと思うし、まだまだこれから先はあるんで、そこをアングラーのみんなと開拓していきたいですね。日を追うごとにみんなどんどん打ち解けていけたような感じがしたんで、そんな時にもうお別れが来てしまうわけですけれども、次はまた来る、日本にも来てっていう約束をお互いしたんで、その時はまたちょっと楽しくやりたいなと思いますね。本当にいい出会いでした。そもそもそのガイドとお客さんとして釣らせてあげたいとか釣りたいとかっていう気持ちが、それは多分世界共通どこでも一緒なんで、その思いが強ければ強いほどお互い近づくのも早いのかなと思いますね。こういう出会いはもうね、世界中でしていきたいなと思います。この本当にアメリカの旅は僕にとって本当にいい人生経験でもありましたし、釣りの経験にもなりましたし、非常にすごいいい旅でした。帰りたくないですか？帰りたくない。またステーキ行きますよ。